ご視聴ありがとうございます。今回は開業までいよいよ6ヶ月を切ったLRT 路線芳賀宇都宮 LRT のご紹介です。前回ご紹介した10月下旬から4ヶ月余り、今年3月上旬に訪れた時の様子を前後編でお届けします。すでに試運転が始まった区間の様子と残る区間のさらなる動き、そして鍵を握るあの場所に注目です。ここは東北新幹線や JR の在来線が乗り入れる宇都宮駅です。西口東口があるこの駅から東口を目指します。東側には JR の留置線があり、出口を出た通路はペデストリアンデッキでその上をまたぎます。横には LRT の宣伝ポスターが掲げられ、アピールに余念がありません。 LRT の始発はここ宇都宮駅東口です。このデッキで留置線をまたいだ後にはバス乗り場にタクシー乗り場、一般車乗降場に新商車乗降場が続きます。そしてその奥に空白が目立つ看板が。向かって左側にはエレベーターと階段があり、こちらは共用されているものの、右側のエスカレーターの手前にはフェンスがあり、下には降りられないようになっています。この場所こそがこの LRT の起点、宇都宮駅東口停留場です。ここを含む区間では去年11月から試運転が始まっており、施設自体は完成しています。ここからはホームの端しか見えませんが、綺麗な舗装にワクワク感が漂います。先ほどの看板では LRT に関する記載は隠されていましたが、その左にある看板にはこの LRT の愛称ライトライン乗り場の文言が出ています。そしてその看板のあたりでペデストリアンデッキは終わり、ゆったりとした広場が。ここは前回来た時には入れなかった場所です。その奥には真新しい建物とホテルが。先ほどから鳴っている音楽も気になりますね。ここから先に行く前にこの LRT、そして宇都宮駅東口で起きている変化をおさらいです。芳賀宇都宮 LRT はここ宇都宮駅東口を起点に宇都宮市と隣の芳賀町を通る全長 14.6 キロの路線。駅周辺の市街地はもとより工業団地などへの輸送に主軸が置かれています。全部で19の停留場が設けられ、去年4月には正式名称も公表されました。そしてこの LRT、単独で完結する交通機関ではなく、停留場のうち5カ所は周辺の交通との乗り継ぎ拠点、トランジットセンターと位置づけられています。当初は2022年3月の開業を見込んでいましたが、感染症の影響などで用地買収が難航したため23年3月に延期されました。その後、工事区間の一部で計画を見直す必要が生じたことからさらに延期され、現在では23年8月の開業予定となっています。そして宇都宮駅東口停留場はバス乗り場などと同じく地上にあります。先ほどのカットに映っていた施設は駅東側の再開発によって作られたもので、去年夏頃から順次オープンしていました。バス乗り場とタクシー乗り場、それ以外の乗降場が前からあったところに会議場や商業施設、ホテルなどを誘致し、ペデストリアンデッキも延長されました。もともとこの辺りの大半は国鉄の敷地であり、敷地の端にあった道路の位置関係は今でも残っています。南東側には階段状になったテラスがあり、イベントなども行われます。先ほどの音楽はこのイベントでかけられていたものです。 JR 宇都宮駅はその歴史の関係上、東側よりも西側が発展してきましたが、これらの施設ができたことで東側も存在感を増すことが期待されており、この一帯は新幹線のホームからもよく見えます。この駅と目立たない私鉄の駅の歴史をめぐる動画もありますので、概要欄から見てくださいね。エレベーターで1階に降ります。前回来た時には看板類の取り付けが終わっていませんでしたが、今ではそれらも完了しています。停留場名が入った看板や番線案内、整理券の機械の案内が追加されています。またホームには大谷石を使ったベンチも設置されました。大谷石は宇都宮市北西部の大谷町付近一帯で採れる石材で柔らかく加工しやすいことから、古くから外壁や土蔵などの建材として使用されてきました。また停留場の東にあるスペースが正式に開放されたため、真横まで入れるようになっています。そしてこの先で軌道は90度向きを変え、東へ進路を取ります。この先では軌道を横断する場所があり、軌道内に入ることができます。
幅はそこまで広くありませんが、警報器があるのみで遮断機はありません。安全性が低い施設ですが、このまま遮断機は設置されないのでしょうか。この先で軌道の上にかかる歩道橋からは、曲線部分とその先のポイント、東に向かって伸びる LRT の軌道が見えます。すでに試運転が始まっている区間だけあって、軌道や施設は完成しています。視界にある2つの停留場を順番に見ていきましょう。最初の停留場がこちら、東宿号です。島式でないホームでは外側はガラスで覆われており、上部に黄色と黒の帯、そこに停留場名があります。停留場は車椅子がすれ違える幅が確保され、ベンチもあり、安全に列車を待てるようになっています。そして併用軌道上では、ホームは互い違いに配置されています。これは交差点の手前で車線を多く確保するための配置で、正面向かって左は右折専用レーンとなっています。入り口に映っているライトラインのシンボルマークがかっこいいですね。なお、架線中は軌道の中央にありますが、交差点のところだけは左右に張ったワイヤーで支える方式です。次が駅東公園前です。名称の由来となった公園はこの北東200メートルの場所にあり、奥に木々が見えています。そして名称の下には栃木銀行宇都宮東支店前の文字が。これは副名称で、全体の19のうち11の停留場に付けられ、地元企業などが関わっています。ちなみに支店の建物は現在建て替え中のようです。一方、前回訪れた時にはまだ部屋が残っていたマンション LRT の停留場に近いことをアピールしていますが、まだ売り切れにはなっていないようです。買うなら今ですよ。そしてこの先で軌道は陸橋で別の道路を乗り越えます。この陸橋はもともと片側2車線だったものを LRT を通すために1車線に減らしています。また陸橋の付け根では側道からの車線が一度合流してから分岐しています。車がクロスしない分さばきやすいですが、車線が少ないので渋滞につながる懸念があります。渋滞の話とは無関係ですが、側道から一時停止を無視して入ってきた車が警察官に止められていました。事故など起きないか心配な場所です。ちなみにこの合流部分には東宿号バス停があります。停留場とバス停の名称は必ずしも対応していません。そしてこの先の陸橋は LRT のために架け替えたものではなく、この長い橋桁も LRT の荷重を考慮していないため、導入される LRT の車両は逆にこの施設でも対応できる規格で設計されています。陸橋の反対側もまた車線が合流してから分岐しており、この陸橋が一つのネックになりそうです。ここからすぐの場所にあるのが美祢停留場。この LRT の停留場で1文字なのはここだけです。ここも交差点の前後にホームがあるものの、交差する道路が斜めになっているため、車線の配置などが変則的になっています。そしてここから先の軌道は今まで以上に左右に曲がります。これは LRT の軌道を通すのと同時に道路を拡幅した際、左右にある大きな建物を避けて拡幅したため、道路が左右に曲がったからです。そしてこうした用地買収が感染症の影響で遅れたことが1度目の開業延期の要因です。用地買収に関する交渉や手続きの中には実質的に対面で行うしかないものが多く含まれています。そして今までのカットにも少し映っていましたが、この辺りの信号機は電車連動式になっています。オレンジ矢印は宇都宮では馴染みのないものだったため、ウェブサイトなどで告知がされています。コストダウンのためか停留場の仕様はおおむね統一されており、次の停留場も作りは同じ、幅もこれまでと同じですが、ここから先では少々違います。次の停留場に到着です。先ほどの停留場に比べ柱が太いのにお気づきでしょうか。そしてホームの幅も広くなっています。ここは序盤で触れた周辺の交通との乗り換え拠点トランジットセンターに位置づけられているものの一つ。そしてこの右手にあるのが副名称になっているベルモールというショッピングモールです。計画段階ではベルモールが停留場の名前になっており、宇都宮駅東口にあるポスターにもベルモールの名前があります。この種の商業施設は名称が変わることがあり、駅名などには採用しづらかったためか大学の名称が採用されましたが、大学も移転することがあるので難しいところです。
ちなみにこの近くには宇都宮駅東口からここまでの5つの停留場で進むサイン工事の看板があります。工期は3月10日までで急ピッチで進められています。宇都宮市が発注しているため請負額も記載されており、停留場5つで8000万円余りとなかなかのお値段です。これらお金の問題はこの LRT の将来にも大きく関わってくるものです。そしてこの LRT にとって重要なもう一つの場所が先ほどのカットにも映っていたここから400メートル余り先にあります。交差点の先、道路が高さを下げる場所で軌道は逆に高さを上げ、道路を乗り越えて右にそれていきます。これこそがこの LRT の特徴の一つ、道路との立体交差です。この LRT の路線の中間あたりには道路とは独立した軌道、専用軌道があり、その入り口にあたる場所に1箇所、そして出口にあたる場所にも1箇所、このような立体交差があります。前回は架線の張り込みが途中でしたが、それらは当然終わっています。架線中は相変わらず上下線の間にあるものの、この先では車体との干渉を避けるためか、曲線の外側の柱で複線分のビームなどを支えるものとなっています。この路線と旧来型の路面電車との大きな違いであるこの立体交差、開業後は路線のハイライトになること間違いなしですが、ここにも気になる点があります。先ほどの陸橋と同じくここでも1車線になる場所があります。一方、ダイナミックな橋脚で道路の外に出た軌道は S 字カーブで向きを戻し、同時に高さを下げていきます。ここは土地自体も高低差がある場所で、高さの低い方が田んぼや畑になっています。そしてこの場所には道路と交差する川が流れており、その改良工事も行われていました。費用は1億円余り、LRT に付随する工事には何かとお金がかかっています。ここで軌道が道路から離れるのはもちろん地形の関係で立体交差を仕込みやすいのもありますが、田んぼが広がるこの場所には土地を確保しやすいメリットがあります。軌道が地上に降りてきた場所ではかつてあった道路が分断され、迂回を余儀なくされています。この段差からしてここに踏切は作られないようです。そしてこの先にあるのが2面4線の巨大な停留場と、その南に広がる舗装が進む土地、これこそが起点から数えて7番目、およそ 3.7 キロの場所にある平石停留場です。2面4線の停留場自体はここだけではありませんが、4線横並びなのはここだけなので最も横幅をとっています。ここもトランジットセンターの一つであり、こちらでは広い土地を生かして周辺施設の工事が進んでいます。さらに下り方へと進みます。以前は通れた道路は塞がれ、手前で歩行者用通路になっています。そしてこの先を回り込んだ場所で東に伸びる本線と分岐して90度向きを変えて南に伸びる2本の軌道があります。この軌道の先にあるのが芳賀宇都宮 LRT の心臓部、車両基地です。この車両基地の敷地はおよそ4ヘクタール、路線で唯一の基地であり、他にも重要な施設が集まっています。敷地の北西、このカットの左手前にあるのが変電所で、他の3カ所を監視制御する役割も担っています。その蓮向かい、向かって右側にあるのが本社機能を有する管理棟。留置線のさらに東には車両の走行試験を行うための線路があります。また基地の入り口付近には雨水をためるための貯水池が建設中で、災害対策も万全です。すでに管理棟は機能しており、開業したら祝開業的な垂れ幕が出される感じの掲示スペースもあるものの、施設内にはまだ整備中の場所があり、敷地内には枕木が積み上げられているところがあります。ちなみに前回までは入り口近くに工事の進捗を記載したボードがあったのですが、すでに片付けられたようです。そして敷地内にずらりと並ぶのが去年6月19編成全ての納入が完了した HU300 型です。現在は路面電車が従う軌道法で全長が30メートル以内とされていることから、全長 29.52 メートルの3両連接車体。一方、車両を増やせる設計となっており、車両基地の留置線もそれを考慮した長さで作られています。編成同士の間隔が開いているのはそれが理由かもしれません。編成定員は150人余りと、国内の路面電車としては最大級の輸送力を誇り、片側に4カ所のドアを設け、IC カードの場合は全てのドアから乗り降りができます。
全てのドアに係員がいるわけではないため無賃乗車のリスクが高まりますが、乗降をスムーズにするための方策であり、信用乗車方式と呼ばれています。すでに市民向けの試乗会が始まっているこの車両、性能面も60パーミルを超える急勾配に対応しているほか、最高速度は時速70キロ出せます。現在は軌道法の関係で最高40キロですが、将来的な法改正を前提に最高速度を上げる構想もあるなど、先を見据えた企画も持ち合わせています。そして停留場にあった LRT のシンボルマークは車両のデザインにもなっています。愛称はライトライン。これは複数の案をベースに宇都宮市と芳賀町の住民にアンケートを取って決めたもので、 LRT ライトレールトランジットの一部であることはもちろん、光明るいといった意味もあり、ラインとの組み合わせにより未来への光の道筋といったメッセージも込められています。そしてライトというのは雷が多い宇都宮にちなんだ名称でもあり、雷の都と書いてライトというわけです。アンケート結果ではライトラインが圧倒的な一番人気だったようです。形式名の HU300 型は芳賀と宇都宮の頭文字から一つずつ取ったもので、300は3両連接車であることが由来です。ただしこの車両、一つ気になる点があります。それが宇都宮駅東口停留場の先のあの急カーブ。軌道を渡ったところで軌道横にあった石と鎖の柵がなくなり、コーンに置き換わっています。その先の地面にある白い筋、この場所が昨年11月19日に試運転列車の脱線事故が起きた場所です。向かって左奥の下り線から逆走ダブルクロスポイントを渡って停留場に戻る途中の事故でした。通常の営業運転では取られない進路で怪我人は出なかったとはいえ、一時的に試運転が中止になるなどの影響が出ました。今後軌道の左右のレールの段差をなくす工事やレールの間隔を縮める工事などを行い、それらにはおよそ5000万円、車両の復旧費用は1億7000万円かかると見込まれています。今年8月の開業予定は変えないとされている中、今年2月には中間報告が出ており、懸念が払拭されることが望まれます。そしてこの路線の全長 14.6 キロのうち、ここまで取り上げてきたのはおよそ4分の1程度。ここから下り方の一部では3月1日より試運転が始まったものの、まだ工事自体が完了していない区間もあります。開業まであと半年を切る中で進む工事の様子と、この路線をめぐる未来、そして立ちはだかる課題は後編に続きます。ご視聴ありがとうございました。